今日のもかつは懐かしい筋肉マン消しゴム塗装動画シリーズ。今回は当時もののレギュラーサイズ金消しパート7マグニチュードワンマンです。ついでにミニサイズ版も一緒に超人図鑑カラーを参考にしてフリーハンド筆塗り水性アクリル塗料でペイントをしました。このマグニチュードワンマンがラインナップされたパート7のブックレットです。ちなみにこの小冊子そのものは当時を再現した復刻版、後年に発売されたコンプリートボックスの付録でした。これまでのシリーズの金消しが塗装済みで掲載された一覧あり、パート7ではハングキラーやドグーマンといった地味キャラ超人も多数ラインナップされていました。ペイントするマグニチュードワンマンの消しゴムの塗装前です。ペールオレンジの使用、経年の汚れ、黒ずみはありましたが、ペイントに影響するほどではなかった。そして目立つ曲がり癖がありましたが、熱処理で修正可能な範囲でした。高さ約4センチ程度の消しゴム、両手を開き、手はグー。塗装後のレビューを先に、今回のカラーリングのポイントは、ベースの茶系塗料と液体塗料の染め塗りでしょうか。彫りが深めに造形に入っていたので、仕上げに色を流し入れるようにペイントしていきました。造形自体はしっかりと大きめに作られていました。わかりやすい造形の金消しです。下処理から塗装の様子は記録していますので、ここから詳しくご覧ください。今回はおまけとして家にあったミニサイズ版のマグニチュードワンマンも消しゴムフィギュアの塗装はおよそこんな流れで下処理を行います。煮沸して成形し、表面のホコリや余計な油分を落とす。ベンジンに漬け込み、過疎剤、塩ビを柔らかくする薬剤を抜く。乾燥させミスタースーパークリアツヤ消しを吹き、塗装の下地を作る。そして塗装です。塗装の様子はダイジェストで使用したカラーごとに見ていきます。まずは下地の塗装としてモデルカラーのライトフレッシュを水で溶いて薄く全体に塗りました。一度の塗り入れはハケを使って一気に塗るので 2,3 分あればできてしまいます。この形が塗装効率がぐんと上がるので、最近は全面に下地を塗るこのペイントスタイルが定着しました。下地乾燥後、本体の色分けは金色。シタデルカラーのベース、レトリビューターアーマーからスタートです。粘性の高い隠蔽力強めのゴールドの塗料。下地も効いて一発で色が乗りました。パンツ、グローブ、ブーツと塗装箇所はいろいろありました。当時ものの金消しで約4センチ程度のサイズ感を持つ筋肉マン消しゴムの標準的な大きさのものがレギュラーサイズ。筆は基本は模型塗装用の面相筆。面積の広い箇所はハケなどを使って時短させ、効率よくペイントをしました。この塗装で用いた塗料はこちら。ミニサイズの金消しにも同様に塗っていきます。2色目は脚部のボディカラーにした茶色です。モデルカラーのベージュブラウンを使用。こちらも隠蔽力問題なくスイスイ色が乗りました。そして頭部と上半身、腕部には色を違えてゲームカラーのカーキを使用しました。極力筆ムラにならないよう均一なペイントになるように、シタデルカラーテクニカルのラーミアンメディウムという溶剤塗料を使って水で薄めながら色をのせていきました。筆で塗りに行って引っかいてしまうとムラができるので、できるだけ先端で叩いて色をのせるようなイメージで塗りました。シタデルカラーはイギリス生まれの水性アクリル塗料でミニチュアホビー用のカラー。ここからは仕上げにかかります。目は縁取り的にゲームカラーのブラッディレッドを水で溶いて流し入れました。そして肩の部分に銀色です。ゲームカラーのシルバー。今回のペイントでは一番気を使った細かい箇所。極細筆を使って丁寧に色をのせました。さすがの銀の発色の良さです。マグニチュードワンマンはアメリカ合衆国ハワイマウイ島出身のパーフェクト超人で、超人強度260万パワー。ネプチューンキングの1000人いる弟子の一人。両肩から顔の前にかかっているのはバリケード代わりの手すりです。ボディに染め塗り。使用したのはシタデルカラーのコントラスト、スネークバイトレザーです。
水で溶いて適当な濃度にしてから全体に筆を入れました。最後は頭頂部にマグマを表現、シタデルカラーシェードのヒューガンオレンジを使用しました。塗料は水性アクリルのファレホとシタデルカラーを併用しました。塗装にかかった時間は約45分でした。塗装後はソフト99コーポレーションのボデーペン、クリアーを全体に吹き、乾燥させます。台座をつけて塗装後です。ということで今回は湯治物筋肉マンの消しゴムレギュラーサイズの金消しパート7からマグニチュード1マン超人図鑑カラーを参考に水性アクリル塗料でペイントをしました。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほどよろしくお願いします。